はい、皆さんこんばんは、こんにちは。Hello、アンニョン、チャオ、猫です。今回もいつもの通りつらつら独り言を垂れ流していきたいと思います。前回ね、音量が破滅的に小さかったっていう声があったので、今回は自分では大きめに編集しているんですが、うまく聞こえているでしょうか。ぜひ作業のお供に BGM にご自由にまったり聞いていただければと思います。さて、今回のオープニングモノローグは、身内の指摘が一番刺さるという話です。前回の動画ね、私が敬愛している夫にコンテンツを聞いてもらって、フィードバックしてもらったんですよ。夫とは共同でブログの運営をしていて、こういうラジオ的なコンテンツ制作をね、なんかゴニョゴニョやってるっていうことも一応伝えてたんですよね。何してるかは夫はちゃんと分かってないけど、頑張れって感じで比較的肯定的にね、応援してくれていたんです。で、AI はね、結局全部褒めてくれるじゃないですか。だからどうしてもこれで完璧みたいな自己肯定がね、爆上がりしすぎるので、夫はね、優秀な営業マンなので、外側からの視点でアドバイスをくれるんじゃないかなと思って、恥を忍んでね、夫にも聞いてもらいました。結果もう指摘の嵐でね、ちょっとへこむっていう。しかもこういうね、自分がやってる活動って自分の癖をね晒すに等しいんで、たとえ夫婦であってもね、こう恥ずかしいというか、内心をねめくられる恥ずかしさみたいなのがあって、指摘以外にも謎にダメージを負うっていう。もうね、AI にね、ちょっと夫に聞いてもらった方がいいと思うかなみたいな、どうしようかなっていう相談をねずっとしてたんですけど、意を決してね聞いてもらいました。で、初手、音小さい、テロップ早い、冒頭長い、結論先に言ってほしいみたいな、めっちゃ言うじゃんっていう。私もね、別に夫がこう簡単するようなものをね作ることができたとは思ってなかったし、夫がアドバイスしてくれた部分っていうのは自分でもこれ指摘されるなって思いながら作ってた部分だったので、やっぱりなっていう感覚がありつつ、ただね、なんかもうちょっとこれすごいじゃんって思ってもらえるものをね作りたかったなっていう悔しさもあって、そういう意味でもね、夫の感想をもらえてよかったなと思ってはいます。多分聞いてる方もね、同じような感想をお持ちだと思うので、これからどんどん改善していっていいコンテンツに仕上げていけるように頑張りたいと思いますので、温かくね見守っていただけると嬉しいです。で、夫がね、アドセンスの話引きが強いんだからそれで一本でもいいと思うっていうことを言ってくれて、確かにそういう視点ではちょっと喋ってなかったので、アドセンスに関してはまた別枠で一つコンテンツを作ろうと思っています。ブログにねご興味ある方はね、ぜひお待ちください。で、夫にね、いろいろこうした方がいいじゃんっていうねアドバイス、挑戦のねアドバイスをいただいたんですけど、結局私儲けに走るとうまくいかないので、前回もねブログに広告を貼っているっていう話をしたんですけど、儲けをね最優先にしたらユーザー体験を損ねる広告の貼り方をすれば間違いないんですよ。ただそれをしたくないと思ってしまうたちなので、夫のありがたいアドバイスは別な形で取り入れることにして、このラジオコンテンツはやっぱり私がこうやってね独り言をつらつら話す場所にしていこうと思います。では、今回のトークテーマ、
ロボット掃除機についてお話ししていこうかなと思います。皆さんロボット掃除機使ってますか？我が家は使っていて、実はもう2代目になります。夫にね、結論から言えと言われたので先に言ってしまうんですが、皆さんロボット掃除機買いなさい。いろいろね、メーカーがあると思うんですが、我が家は1代目も2代目もエコバックスというメーカーのものを使っています。1代目は D-BOT N8 プラスという製品でした。最初に導入する時にね、すごい悩んだんですよ。よく床にね物が置きっぱなしになって、結局デッドスペースができてロボット掃除機を導入した意味がなくなるというね、界隈の鉄板ネタがあって、我が家も子供たちがいるので床には常におもちゃがあるし、食べかすもあるし、脱いだ服とかも散乱してるしみたいな状態だったので、同じ道をたどるんじゃないのかなって思ってたんですけど、我が家の場合はロボット掃除機が動く時間に合わせて床のもの片付けてねと言って、一旦床をリセットする習慣を作ることに成功しました。もちろん掃除機かかった後はまた散らかりますよ。でもロボット掃除機が動くのに合わせて床を1回は空にするっていうだけで、ほこりはね隅々吸ってくれるし、後からおもちゃが散乱してても床は綺麗なんですよ。しかもね、子供たちにも片付けの口実ができて、動くよって言ったら一生懸命片付けてくれるので、たとえねどっかテーブルとかの上にゴシャって置くだけになっても頑張ってね片付けてくれるので、それがかなり大きくて、ロボット掃除機がね子どもたちの片付けの習慣化にもね貢献したなと思っています。で、実際の使い心地なんですが、N8 プラス初代の方はね本当にシンプルな機能で、普通の掃除機モードとカーペットの上で吸引力が上がるモードと、あとモップがけのモードがついているっていう仕様でした。ゴミ受けは、充電スポットの集塵ボックスっていうゴミをね集めるボックスがあるんですけど、そこに掃除機とかにもつける紙のパックを装着して、掃除が終わったら自動でそこにゴミを溜めてくれるっていう仕様でした。その紙パックがね一応1ヶ月分っていう交換目安だったんですけど、我が家はパンパンになるまで使ってたので、実質1ヶ月半ぐらいはねゴミ受けの交換不要っていう感じで使っていました。で、吸引力とかも申し分なくて、モップモードもねおうち焼肉とかした後の油でツルツルになった床をねきれいにしてくれたりして、だいぶ重宝しましたよ。で、不満点がねあったとすると、マッピングが少し不安定で最初からやり直しになってたり、あと髪の毛がねブラシに絡まることがよくあったんですけど、途中でそれで動けなくなっちゃってたりしてて、割と愛着の湧くねポンコツをたまに披露してくれるっていう感じでした。で、我が家では名前もつけてね5番目の家族ぐらい愛用してたんですけど、なんか話しかけたりしてね大きな存在感を放ってたんですが、去年の11月ぐらいにね突如機能不全に陥ってだいぶ惜しまれて引退しました。で、次の機種はね D-BOT N20 Pro プラスっていう機種で、なんとね吸引力が N8 プラスの3倍以上あります。集塵ボックスはカポッと外して蓋を開けてゴミを捨てる仕様なので、なんかボックスだけなら洗うこともできるらしく、かなり衛生的に使えそうな印象です。で、使ってみて感じたんですけど、 N8 プラスよりね音が静かなんですよ。前の N8 プラスはね稼働してる間テレビが聞こえなかったんですが、20プロプラスの方はねテレビが聞こえます。
で吸引力がね上がってるので吸い残しも見られないし、マッピングも正確で、なんか調べるとね髪の毛の絡まりにも強いっていうのが書いてあったので、完全に N8 プラスのね上位互換っていう感じになりました。驚くべきは価格でね、ちょうどタイミング的にブラックフライデーの時に購入したんですけど、エコバックスさんね4万円オフクーポンっていうね破格のクーポンを出していて、価格はね調べるとね6万9,000円ぐらいで出てくるんですけど、その時はクーポンを使って2万円台で買えちゃいました。で N8 プラスの方は3万か4万ぐらいしたので、 N8 プラスより上位互換なのに N8 プラスより安く購入できてしまったというね。でエコバックスさんね、たまにこうやって破格のクーポン出してくれることがあるので、かなりお手頃にね手に入れられたりするので要チェックです、ホームページね。でお家の構造的にやっぱ昔のお家だとね、部屋の仕切りのところに段差があったりすると思うんですけど、そういう段差はどうしても越えられないので、家がねフラットな床じゃないとかけれないっていう、ロボット掃除機導入できないっていうのはあるんですが、手動でね掃除機かけるのももちろんいいんですよ、いいんですけど、毎回こう線をつないで物を避けて掃除機かけてっていうね手間を考えると、自分たちがなんならいない間、出かけてる間に掃除を終わらせてくれるっていう文明なので、導入しない手はねないと思います。お子さんがいるご家庭は特にね、掃除機に取られる時間っていうのが大幅カットされるのでおすすめです。あとね、我が家みたいに女性陣が多いと床が髪の毛だらけになっちゃったり、ペットがいたりするとね毛もすごいかなって思うんですけど、それもストレスフリーと、もうね導入一択って言ってもいいぐらいおすすめなので、迷っている方ほどね導入してから効果を実感していただきたいなと思います。 QOL が爆上がりすること間違いなしですよ。さて続いては、このね私の独り言ラジオで私が最もベラベラするコーナー、あなたの日々を彩る一本。このコーナーはね、私が皆さんにぜひ体感してほしいと思うものを一つ、紹介するコーナーです。今回ご紹介する一本はこちら、50回目のファーストキス。一応ねここも夫に言われたんですけど、ネタバレしないように語っていきたいなと思うので、まだ見たことがないという方もねご安心ください。でオリジナル版のね現代の方は50 First Dates なのでちょっと題名がね違いますね。2004年の映画なので結構昔のロマンティックコメディです。私この映画大好きでね、もう5周はしてます。概要はハワイの水族館で働くプレイボーイのヘンリーと、一晩経つと記憶がリセットされてしまう記憶障害を患ったルーシーの純愛物語となっています。ルーシーがね次の日会うとこう記憶がリセットされていて、ヘンリーのことを忘れているので、毎日が初対面、毎日が初デート、そして毎日ファーストキスをするっていう面白い設定なんですけど、ちょっと切ない恋愛の日々が描かれています。物語としては毎日のやり直しという感じなので、今日はうまくいくけどこう別な日にはうまくいかなかったりっていうねドタバタな日々が描かれていて、
全体を通して楽しく軽快に見ることができるんですが、やっぱりね好きな人に忘れられてしまう切なさとか、毎日ね記憶の補填をしてもらわなきゃいけないので、そういう負担をかけたくないなっていうふうにルーシーがね感じる心理描写なんかは繊細でうるっときてしまうシーンもしっかりあります。でこのね何度忘れられてもめげないヘンリーを私も大好きなんですけど、アダム・サンドラーさんが演じています。ビッグダディでご存知の方も多いと思うんですけど、コメディ界の大ベテラン俳優さんですね。でルーシー役はドリュー・バリモアさん、チャーリーズ・エンジェルとか、ラブソングができるまでなんかが代表作で、ご存知の方も多いと思うんですけど、実はね E.T. の主人公エリオットの妹ちゃんなんですよ。で子役の頃からねお顔が全然変わらない、すごい可愛らしいキュートな顔立ちをしていらっしゃって、役柄もねキュートな女性を演じることが多い気がしますね。でこのアダム・サンドラーさんとドリュー・バリモアさんっていうのは実は共演2回目なんですよ。その前にウェディングシンガーという映画でも共演されていて、こっちも私はね大好きな映画です。でアダム・サンドラーさんってあんまり注目されてないんですが、演技だけではなくて実は制作にもねよく参加されていて、脚本とか参加されてることがよくあるんですよ。で作中もねこれは絶対アドリブだみたいなシーンがねたくさん出てくるので、本当にコメディの呼吸とかねリズム感っていうのをね知り尽くした俳優さんなんだろうなと感じています。あとねアダム・サンドラーさんね歌がとってもお上手なんですよ。普段ね役でセリフを喋ってる時もそうなんですけど、甘い感じの柔らかい声をされているので、それがね歌になるとまた強調されて、これは落ちない女性はいないだろうってね思ってしまうような。でなんか顔立ちとか目線とかそういうのもねちょっとヒュー・グラントさんとかにね通じるようなちょっとセクシーさも兼ね備えた魅力のある俳優さんだなと思います。でこの、50回目のファーストキスね、実はキャスト陣がすごく豪華な映画でもあって、ホームアローン2でねチップをねだるホテルマン、指をシュリシュリしてねチップをねだるホテルマンがいるんですけど、それを演じたロブ・シュナイダーさんとか、あとロード・オブ・ザ・リングのねサム役を演じられていたショーン・アスティンさん、あと、ゴーストバスターズ、昔の方のねゴーストバスターズのダン・エイクロイドさんなんかが出演されています。他にもね、ミッシー・パイルさん、マーヤ・ルドルフさん、ケビン・ジェームズさんなどなど、コメディ映画でね一度は見たことあるような俳優さんがずらっと出演されています。で実は、2018年にね日本版リメイクが作られていて、福田雄一さん監督脚本で山田孝之さん、長澤まさみさんのねダブル主演で制作されています。福田監督はね山田孝之さん大好きですね。でこれ2018年なんでリリースっていうか公開された時のねCM とか見てたんですけど、キャスト的にはすごいぴったりだなって思ったんですけど、私はオリジナル版が大好きなのでこの日本版リメイクは見ていません。もしね見られた方はぜひ感想をねシェアしていただければと思いますので。でね恋焦がれる気持ち、楽しい気持ち、切ない気持ち、幸せな気持ちを自然な流れで感じられる映画なので、私は何度見てもね満足感を得られる名作だなと感じています。ぜひね心を軽くしたい夜、
や恋愛に疲れてしまった時などに見てほしいなと思う作品です。さて、2回目もねベラベラ独り言が止まりませんでしたが、いかがだったでしょうか。一応ね独り言なんだけど、こう全体の流れ的なものは考えて構成を練っているので、冒頭トークがね夫婦間のエピソードになったので、トークテーマも生活に寄り添ったものにして、で映画もほっこり見られるラブコメをね選びました。意外とねちゃんと考えて作っていて、聞き流しをしたい方にも、あと画面を見たい方にもね楽しんでもらえるようなコンテンツを目指していますので、そのあたり私のね心血ポイントを見ていただければなと思います。あとね夫にも言われたんですけど、なんか突然分かってるでしょ前提でねワードが出てくるけど普通の人これ知らないよって言われて、確かになと思いまして、1回目でサムネとかに書いてたねダヴィンチリゾルブとか、あとテロップとかで SEO とかね出してたりするんですけど、知らんよね。なんかねキャラ名出してもみんなが知ってるわけじゃないしね、オタク丸出しでごめんなさいっていう感じなんですけど、今後もね気をつけようと意識はしてるんですけど、こいつ今何を言ったんだっていうワードがあったらぜひ検索してみてください。で細かい部分はねそのうち特集語りをすると思うので、またオタクが出てるよとね生温かくお待ちいただければと思います。で今回ねご紹介したロボット掃除機については、私と夫が運営しているしょうちゃんファイヤープラスというブログでも記事にしておりますので、ご興味ある方はリンクから遊びにいらっしゃってください。他にもね北海道のおすすめを紹介していたり、子育て中のね要注意な感染症とかについても情報共有記事を書いたりしているので、皆さんの情報源の一つになれれば幸いです。ということで、見習い主婦ブロガーの独り言ラジオ第2回身内の指摘が一番刺さるでしたっけね。